G ピットチャンネルのお時間です。 G ピットネットワークス東京本社の郡山翔です。よろしくお願いします。お願いします。元男の子の青木かのんです。よろしくお願いします。お願いします。で本日、YouTube、はい、YouTuber さんの、青木かのんさん MTF さんの方、そうです、元男の子、そうですよね、系 YouTuber って言ってるけど、MTF です、の方をはい、ゲストとお招きして対談をさせていただきます。いろいろ聞いちゃってください。お願いしお願います。します。じゃあ早速なんですけど、はい、何歳から治療を始めましたか？治療を始めたのは17歳と10ヶ月ぐらいですね。早いですね。結構早いんですけども、私、部活動やってて、はい、引退した瞬間にもうホルモンやってやろうみたいなことをやってて、でもうそうですね、18になる直前に、ホルモン治療を始めました。17歳からやってたっていうことなんですけど、はい、注射ですか錠剤ですか？私は注射です。卵胞も黄体も両方ともどっちも経験したんですけど、黄体だとちょっとあんまり体に合わなくて、で卵胞に変えました。じゃあ今は卵胞だけ？はい、卵胞です。ありがとうございます。手術は何歳の時？22です。22。タイですか？私は日本です。ああ、なるほど。日本系の性転換 YouTuber です。そうなんですね。MTF さんはやっぱりタイでやる方も多いですけど、日本でやる方も多いですか？いや、タイの方が多いですね、やっぱり。はい。なんでかなって私も思うんですけど、クオリティが高いっていうのが聞きます。言葉が通じない怖いし、費用を抑えたい。あんまりそこばっか私見てなくて、とりあえずあるものを取れればいいやっていう感じでパッとやっちゃいました。なるほど。術式は S 字です。 S 字、はい、S 字だとやっぱりなんか匂いが気になるとかっていう方も。でもそれ最初の頃は安定するまでは気になりました。確かに。もう今はそんなでもない？今は全然。はい。オペしてどれくらいですか？私は今年で4年目になりますね。4年目か。だいたいどれくらいで匂いとか落ち着きました？半年。でもそんなもんで落ち着くんですか？半年1年ぐらいの間ですかね。周りの人でもやっぱりそれも悩みみたいで。いや、腸管を使ってるから。そうですよね。ありました。ありがとうございます。あと注射のその打ち始めた時に一番最初に出た変化っていうのは？変化は胸の中になんかしこりみたいなちょっと円盤状のものができて、はい、なんか痛いなっていうのが初めに感じた変化ですね。やっぱり張ったりとかするってこと？張ったりしたし、で私体育の授業を普通にやっぱ男の子でやってるから、なんか普通にドッジボールが胸当たった時にもう死ぬほど痛くて、これが変化なんだなっていうのが今でもすごい印象に残ってます。やっぱりジャンプしたりすると痛かったり？痛かったですね。はい。そうなんですね。声は声帯はやってない？全くやってないです。常になんか声高く出そうっていう意識で喋ってたら、なんとなく慣れて今それが普通になりました。ボイトレとかも特にはしてない感じ？音楽活動は私、10代の時にやってて、はい、でこう YouTube 活動始めたから1回中断したんですけど、その頃から男声から女声に変わる、歌い方のレッスンは受けてました。技術よりかはそっちの声帯を変えながら歌うレッスンを結構みっちりやってましたね。MTF さんの方ってやっぱボイトレしてる方も多いですよね？多いですね。そうですよね、はい、ホルモンで声変わんないんで。わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろちょっと突っ込んだような内容も話をさせていただきましたが、まだまだ結構自分のチャンネルでバンバン話してるんで、はい、むしろなんかすごい優しいからまだまだ、はい、いろいろ聞いちゃってもいいんですよ。あと何聞かれますか？何聞かれる？でも結構それって人によって見る部分が違うと思うんですけど、例えば感じるのかなとか。それっていいんですか？ G ピットチャンネル的には全然問題ない。S 字で、手術をしたことなんですけども、その男性との性行為とかをするときに感度っていうのは？感度はもともとやっぱ男性なんで前立腺があるんですよ、で今も残ってて、でその
った膣に沿って前立腺があるから、なんだろう、そこを圧迫されてなんとなく感度が感じるっていう状態ではありますね。だから女性としての本来のこういう感度が分かんないんで、体験しようがないんで、ただこの手術して気持ちいいか気持ちよくないかで言ったら、気持ち的には気持ちいいのかなと思います。周りの人には周りでもっと気持ちいい、手術して感じるよっていう人もいるから、本当個人差であるけど、私はそこまでの境地にはまだ行ってないですね。そうなんですよ。なるほど。はい。で術後ダイレーションっていうのをやるじゃないですか。はいはいはい。あれってやっぱり痛いですか？痛いです。痛いですね。地獄。なんか傷をえぐるみたいな感じ。えぐるし、精神的に参りますね。私は入院期間が短かったんですよ。3週間もいなかったんですけど、もうその時からもうすごい辛かったですね。なんだろう、熱出るぐらい辛かったです。それを覚えてます、ね。出血もやっぱりありますね。はい。そうですよね。それは例えばその退院した後、はい、仕事に復帰するとかっていう風になった時も、はい、そのダイレーションっていうのは続けなきゃいけないもの。続けなきゃいけない、続けざるを得ないですよね。やっぱやめちゃうと塞がってしまうというか、穴がどんどん収縮しちゃうんで、何のために手術したんだってなっちゃうから。それはどれくらいの期間やるんですか？今でもやっぱりちょこちょこやります。ただその手術当初の時と比べたら回数は減りました。感覚は。そのダイレーションやる時間とかも術後の方がやっぱり長いんですか？長いですね。長時間やらなきゃいけないんです。入れっぱなしにしたりとか。今はもう手軽にさっと。あとやっぱり術後その腫れたりとか痛みが強くて、こう普通に座れないっていうのがよく聞きます。なんか痔になった人用のなんかクッションみたいな円座みたいな、いや懐かしいな。それを持ち歩いてっていうのはよくタイでも目にします。そうですよ、歩くのも大変って言いますか？そうですね、結構ガニ股で歩いてますもんね。漏らしてんじゃないですか感じの。やばいな。結構あれですね、根掘り葉掘り聞いてきてますね。だんだんとペース上がってきます。そうですね。でももうあんまりないです。本当ですか？もうほとんど言い切っちゃったから。そうですね。やばいな。こんなやつですよ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。次回またなんかぜひコラボできる時はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。青木かのさんをゲストとしてお迎えしてお話をさせていただきました。GPIT の方でもMTF さんの問い合わせなども引き続き行っていますので、ぜひお問い合わせお願いいたします。で概要欄の方に青木かのさんのチャンネルの方貼り付けておきますので、こちらもぜひチェックお願いいたします。お願いします。お願いします。以上 GPIT チャンネルでした。ありがとうございます。